にちは、あずです。今日もいただいたクエスチョンに答えていきたいと思います。で、結構最近恋愛系の質問が多いので、今日は恋愛系の質問だけに絞って答えていきたいと思います。まずはこれです。私も今、キューバ人の彼と遠距離恋愛をしていて、距離だけじゃなく、キューバという特別な国の事情の難しさもたくさん感じていて、あずささんとアメ君の遠距離恋愛中のお話を聞けたら嬉しいなと思いました。質問ありがとうございます。キューバ人の方と付き合ってるんですね。そんなにキューバ人の人と付き合ってる人ってなかなかいないので、なんか、嬉しいです。そうですね。キューバ人の特別な国の事情の難しさ。多分、キューバっていう国の難しさっていうのは、やっぱりインターネットが、今も日本とか他の資本主義の国みたいにちゃんとしっかり整備されてないから、私の旦那、アメドの実家にもまだインターネットがないし、接続できてもすごい遅かったり、動画とかはちゃんと見られなかったりとか、とりあえず質も悪いので、だから電話するときにスカイプとかFacebook のメッセンジャーとかが使えないから、普通の国際電話で私もアメドと遠距離の時連絡取ってたし、そういう難しさはあるよね。E メールも家にネットがなかったら毎日メールをチェックとかできなかったりもするから、私の時もアメドそんな感じで、アメドはネットがある友達の家に通って私に E メール返信してたりしたんだけど、ちなみに私とアメド11ヶ月、日本とキューバで遠距離恋愛をしてて、結構大変だったね。なんか、電話は全部もう国際電話、普通の電話でしてたから、月に電話料金が2万超えたりとか、3万近くなったりとかもしてたし、だからそこは結構大変だったな。でもそれしか方法なかったから、とりあえずメールと国際電話で乗り切ってました。アドバイス、やっぱ寂しいし、難しいけど、それしか方法がないから、なんか私たちの時は、なんだろうな、もうしょうがないっていうかそれしかないからって感じでしたね。で、私は結構、なんか中学校の時とか、みんな携帯電話持ってない子とかもいたし、四六時中連絡を取るのが当たり前じゃなかったから、もう現代はみんな携帯1台持ってて24時間連絡取れるのが当たり前ってなってるけど、私その前の中学校ぐらいの時とかはそういう時代じゃなかったから、それもなんか覚えてるから、なんかそれはそれで別に大丈夫でしたね、私の場合は。なんか日本人で携帯持ってるのに連絡取れなかったらちょっとあれだけど、もう事情分かってるし大変だろうなというか大変だなって思ってたから、ここはね、寂しいけど、乗り越えるしかないね。で、今はキューバも、お金払わなきゃいけないけど、Wi-Fi が公共の場、なんか、街の中の広場とかにあるから、全く使えないわけじゃないんだよね。だから、でもお金払わないといけないから、日本みたいに無料 Wi-Fi が多分まだないから、旦那の話によるとね。だからそういうところでなんか、もし彼女さん、このメッセージくれた方、金銭的に助けてあげれるんだったら、Wi-Fi を買うお金とか、国際電話にかかるお金とかをたまにちょっと送金してあげたり。もちろんしたかったらでいいですよ。全然したくなかったら全然、別にしなくてもいいと思うけど。でも、実際問題、月に30ドルとか40ドルとか、そういう月給で生きてるっていう世界だから、キューバは。だからそれと比べたら月に何十万も稼げる日本と比較したら、ね、なんか月に多分何千円か送ってあげるだけでも向こうはWi-Fi とか電話料金とかだいぶ楽になると思うから、そういうところで協力し合いながら、で、向こうにもそういうことはなんかちゃんと大っぴらに話し合っていいと思うし、カップルだから。だから、大丈夫、お金大丈夫、いるなら言ってね、みたいなことも言ってもいいと思うし、私とアメドもね、そうやってやってたし。だから、そんな感じで協力してやっていくのがいいかと思います。また何かあれば質問ください。よし、次。はじめまして。いつもあずささんの動画を見てます。ありがとうございます。いきなりの質問なんですが、今イギリスの男性の方と連絡を取り合ってます。お互いの都合が合えばビデオ通話したりしています。で、時々ですが、マイスイートと言われます。それは恋人として捉えていいのでしょうか？彼に率直に聞くべきだと思うんですが、度胸はありません。ぜひ教えてください。お願いします。質問ありがとうございます。イギリスの男性の方と連絡を取り合っています。これ、でも一回も会ったことないんだよね。一回も会ったことないんだったら、私は多分向こうは彼女と、この質問者の方、ヒカちゃんのことを彼女と思ってないと思うよ。と思います。ごめんね。ぐさっと言っちゃってごめんなさい。なんだけど、正直に言うとね、私は別に彼女として、恋人として、向こうは思ってないんじゃないかなと思います。一回会ってればまた別。一回会ってて、で、その時すごいフィーリングがあって、
で会ったらさ、その人の性格っていうかその人格とかも結構顔とか喋り方とか見たらわかるやん。そんで、あ、この人結構私のことを本気で好きなのかな、好きなんだろうなって思えるんだったらまた話は別だけど、一回も会ってなくってインターネットだけでビデオ通話してるんだったら、多分向こうは恋人って思ってないと私は思います。で、マイスイート、なんかスイートね、マイラブとかだったら恋人って思ってるかもって思ってもいいと思うけど、マイスイート、そうね、マイスイートはまだそこまで恋人っぽくないかな。なんか普通に可愛い子ちゃんみたいな、可愛い君みたいな感じなニュアンスだと思うから、そんなにまだそこまでシリアスではないと思います。うん。でもすごい気になるんだったら聞いてみていいと思うよ。で、まあ、可能だったら一回会ってみたらいいよね。その付き合ってしまう前に。友達っていうか、友達の状態で一回会ってみたら、会ったら大体どんな感じかとかわかるから、やっぱビデオじゃなくてね、実際に会って喋ったりして時間を過ごして見るのが、これから真剣なお付き合いに発展したいんだったら、まずそこをお勧めします。よし、次。あずささん。断る文句として、多分これは、前の動画で外国人と付き合う時に気をつけることっていう質問に答えてたんですけど、その時にその相手がすごい速いスピードで、まだあなたが望んでないのに、なんかキスとかエッチとかそういうのを早く求めてきた場合に、そこではいはいポンポン全部受け入れないで、相手が本当に本気かどうかを確かめたいんだったら、ちょっと、いや、まだって言って様子を見るのも大事だよみたいな話を前にしたんですけど、それに対してそういう雰囲気になりそうな時に断る文句として、ちゃんとしたお付き合いをしたいからと言葉にしてもいいですか？結構ね、確かにいい質問だと思います。そうだね、断る時ね、どういう風に断ったらいいかってことだよね。別に理由を説明しなくてもいいと思うよ。別に、いや、私は今したくないとか、No, I don't want to right now とか、No, not yet とか、No, I don't feel like it yet とか、すっごいそんな嫌な顔しなくてもいいよ。別になんかさらっと、I don't wanna do that yet みたいな感じで、流して断っていいと思う。その理由を別に言わなくてもいいと思います。で、理由をもし言いたいんだったら、ちゃんとしたお付き合いをしたいから、微妙かな。相手との関係性によると思う。もうその相手ともう何回もデートしてて、すごいお互いに結構、本当に友達っていうか、相手の、性格とか、分かった上で気が合うなっていう感じで一緒にいるんだったら、あなたがそういった時に、その相手は、理解してくれると思う。そのあなたの人格っていうか性格をもう分かってくれてるんだったら、それ全然言っていいと思う。けど、例えば、2回目とか3回目のデートとかで、ちゃんとしたお付き合いをしたいからって言われたら、逆に、向こうはちょっとって思うかもしれない。外国人の場合はね。これもまたね、国籍にもよるけど、アメリカ人だったら、うわ、ちょっとこの人重いかもってなると思う。でもラテン系だったら別に、この子本気なんだ、よかった、みたいな、別にひるんだりはしないと思う。だから国籍によるのと、あなたと相手の関係性によるのと、あと、あなたがその人のこと好きかどうかにもよるよね。もし、その好きでうまくいかせたいんだったら、ちゃんとしたお付き合いをしたいから。そうだね。いや、好きでちゃんと付き合いたくても、ちゃんとしたお付き合いをしたいからって言わない方がいいかも。日本人と外国人でちょっと感覚がそこは違うと思うんだよね。例えば、これすっごいステレオタイプだから全員に当てはまるわけじゃないんだけど、私の経験から言うと、でもね、それやっぱあなたと相手の気持ちによって何パターンもあると思うんだけど、ちゃんとしたコメントにちょっと意見を聞いてみようと思います。はい、なんでしょう。こんにちは。こんにちは。はい、ちょっとね。te pregunto, esa chica que está mirando mi video, Ahora. me preguntó que ella tiene como amigo extranjero y parece que ella le gusta a él. Le dijo a esa chica que, pero él quiere besar y quiere hacer sexo, esa cosa. Pero ella, la verdad, le gusta a él, pero ella no quiere hacer beso ni sexo ahora mismo. Y ella quiere decir, no, ahora yo no quiero ahora. Y
Y si tú fueras ese chico, y si ella te dice, no, yo quiero ahora, porque yo quiero como hacer relación seria contigo. Esto suena raro para ti, ¿me entiendes? Ella le gusta a él, pero aún ella quiere tomar más tiempo, más espacio, más poco a poco. ¿Cuántos años tiene ella? No sé, no sé. No sé. No suena raro si ella dice que yo quiero hacer relación seria. Bueno, si lo explica bien, no suena raro. Tiene que explicar bien qué es lo que ella siente y ya, es sencillamente eso. Explique bien qué es lo que pasa y ya. Eso es. Entonces para los cubanos o para los latinos no es algo tan raro, ¿eh? No, tiene que explicar. Eso está bien. Claro, eso está bien, claro. OK。じゃあ、アメット的にはいいそうです。でもこれ、なんだろう。あなたの気持ちとか、相手があなたに対してどういう感じなのかにもよると思うので、もうちょっと具体的なシチュエーションをくれたら、もうちょっと具体的なアドバイスっていうか、回答できると思います。参考になれば嬉しいです。質問がある方は、YouTube のビデオのコメント欄か、私のインスタのビデオの、インスタのコメント欄でも大丈夫です。そのどっちか、ビデオかインスタのコメント欄で質問いただければ回答します。で、次回は恋愛関係じゃない質問、いただいた質問にも答えようと思います。で、今のところ私のタトゥーに関する質問とか、私タトゥーが1、2、4個ぐらい、5個ぐらい今入ってるんですけど、タトゥーに関する質問とか、あと留学に関する質問とかもらってるので、何でもいいので、質問があればコメント欄にお願いします。ではまた次のビデオでお会いしましょう。じゃあねー、あずでした。